ドか。こんにちは、あきこです。今日もインドからお届けします。今日は超マイペースでいるっていうお話をしたいと思います。あと先日の、この世は幻想であるっていうね、皆さんのそれだったら何をしたいかとか、もう本当に素晴らしい、なんかね、本当になんかそこを共有できて嬉しいですね。行きつけたっていうね、この境地、そしてその感覚の中でこの世を生きるっていう幻想と分かっていながら生きるっていう、だからこそ思いっきりいろんなことができるんじゃないかと思いますので、ぜひ見てない方ね、見てみてください。あとたくさんのねコメントも本当にありがとうございました。すごい感動しました。ありがとうございます。で今日は、超マイペースに生きるっていうお話をしたいと思います。時代の波に乗らないってことですね。やっぱ今のね時代ってもう本当に皆さんも分かると思うけど、結構スピード速いと思うんですよ。外側の世界を見ているともう圧倒的にスピード速いよね。でいっぱい情報を取らないといけないような気がして、いっぱい情報を取ってよく分かんなくなってまた戻ってきてっていう、いろんなそういう感じになってんじゃないかと思うから、このなんか時代の波の乗り方は逆に乗らないっていうことも、超マイペース、自分のペースだから要は自分自身の内側を生きるってことなんだけど、超マイペース、自分のペース波に乗らないがいいんじゃないかなと思いますね。なんでかっていうと、結局こんなに早いいろんな情報を取らなくちゃいけなくて、あれもこれもあって、あれもあれもあれもみたいなになってると、これっていろんなことがない時でもやっぱり情報を取りすぎたりすると本当にヘロヘロになってたと思うんだけど、今のこの時代でさ、今わかると思う、情報社会でこれだけ情報があるわけだから、やっぱりもうこの時代の波に乗って新しいものをどんどん取り入れていかなければとか、なんて言うんだろう、いろんなことをやろうとした時に、あれ誰いやね、尻尾がね曲がっちゃって。みんな忙しいね。みんないろいろ犬もうちのワンちゃんも足が。足がちょっとなんていうのかな、今日お医者さんのとこに。お医者さんに行ったり、誰かの犬の尻尾が曲がっちゃったり本当にそういうね、とにかくいろんなことが日々あったりする。ありがとう。いいよスリア、大丈夫。そんな雨降ってないから大丈夫。暗いからいいや、大丈夫。携帯なんだっけ、歌になっちゃった。優しいね子供たちね。そう、とにかくね超マイペースがいいな、大事だと思うんですよね。時代の波に乗らないなんていうの、乗るところの、なんていうのかな、ピンときたものは乗ればいいと思うんだけど、あんまりこう時代と逆走したっていいじゃんって思うんですよ。いっぱいいっぱい情報を取ってわけわかんなくなるより、自分のやりたいこと、自分の心に従って内側の心でやりたいって思うものをやってってあげる。それがすごい亀の歩みかもしれないし、なんていうの、全然こう時代に乗ってないかもしれないけど、それが自分がやりたいんだったらそれをやっぱりずっとやってあげる。そうしないと、なんていうの、そうしないとっていうのもご自身の人生じゃないですか。私の人生だから、なんかそこを何かにこう左右されて急ぐとか急がないとか、スピード感があるからスピード乗ってとかって思いがちだと思うけど、なんかもうスピードは外側はもうめっちゃ出てくると思うんですよ、スピード感が出過ぎて、それに乗りすぎると疲れちゃうと思うから、むしろ乗らないで、それが乗ってるってことになるんじゃないかと思うから、マイペースと、あとは時代の波に、乗りすぎないというか、あんま乗らない、っていうのがいいと思いますね。そうすると、要は自分のマイペースでいると、自分のこの城というかさ、自分のこの空間とか自分のこの周りとかっていうのがいつも平和な状態を保てるようになってくるから、すごい楽しいと思うんですね。で楽しくて平和で、それでいて、なんか外でいろんなことが起きてたとしても、あ、そんなことあったのみたいな、あ、そうなんだみたいになるからね。外側で時代の波に乗らない、ね、子供が騒いでてもあんまり乗らないなんて言うんだろう、私そうだよね、あんま乗らないよね、楽ちゃんね。乗らない。ワンちゃんの足怪我しちゃったっていうのもみんながギャーギャーね、大丈夫かみたいなね感じだけど、私は様子見たらいいんじゃないかなみたいな。病院は行くけどね。うん、
いや行くけどなんていうの、あんまりそこで一喜一憂したりしないし、心配しすぎないっていうの、大丈夫だ、なんとなく感覚としては大丈夫だなっていうのがすごいわかるから、伝統してるっていう感じなんですね。そうだからこの時代っていうのは超マイペース、もう自分のペースを貫くと、乗りすぎない乗らない、時代の波に乗らない、自分だ、要はさ、自分自身の内側とか楽しいこととか好きなこととか波動ですよね、心地いいこととかを選択してると、それでもう忙しいから、自分がなんかその波に乗るとか乗らないとかっていうことにも左右されないっていうかさ、そういう感じだと思うんですね。でそれがさ、要はこのなんていうの、独自の道を歩み出すから、でマイペースな人とか独自の道を行ってる人がいるとね、やっぱり安心するんですよ、人って。すごい雨降ってきた。そうそうそう、なんかだからそういう人が一人でもいれば、なんかっていうか、いろんな道でいいんですよ、いろんな進み方でいいし、いろんな道でいいし、だけどなんか焦ったりするじゃないですか。あと波に乗らないととか、いっぱい情報を取らないととかね、思いがちだと思うけど、むしろ真逆というか、心地いいんだったら取り入れていけばいいと思うけど、心地悪いんだったら取り入れない方がいいと思うし、やっぱ自分のペースを本当守り抜くみたいな、なんか自分のペースっていうのはさ、わがままであるっていうことではないんですよね。なんていうんだろう、心地いい状態をいつもこうキープするために自分のペースであるわけだから、やっぱハッピーである状態を作るっていうことだと思うんですよね。そうそうそう、だからこのハッピーな人がいれば、たくさん周りの人たちもハッピーになっちゃうし、自分もハッピーだもんね。そう、それが大事だと思います。すごい顔して見てるラクチャがちょっとラクチャ、あれ見れる？おはようございます。ちょっと雨が降ってて、ね、エロちゃんもここに。足が傷んでるエロ様です。エロ様、雨降ってるのにエロ様見えますか？エロ様ちょっと目やにがゴミついてます。ちょっと目やに取ってあげてくださいね。取るけど、雨のせいでさ、洋服がびちょびちょになる。洋服ラクちゃんのお風呂入ったらいいねママの携帯もだよ。そうそうそう。でなんでのかな、なんでこれを思ったかっていうと、やっぱマイペース、うちの家族で超マイペースなんですよね。で結構ほら、周り隣の家とか見てるといろんなことがあったりとかしたり、まあいろんなことがあったりするじゃないですか。こんなの日常あるよね。だけどなんかどう考えてもうちの家族はいつもマイペースとか平和だなっていう、楽しいよね。楽しいんだよね。学校行ってないよ子供たちだけど、じゃあこの中でどうしよっかみたいな感じで考えて、空手行ったりとか、テューションっていうやつをちょっとこの学校みたいなところにしようかとか、いろいろなんかインスピレーションでこうしようかとかね、みんなで考えながら試行錯誤してんだけど、とにかくマイペースで、あと楽しいんだよね。なんでこんな楽しいんだろうね。マイペースだからだと思うんだよね。あんまり周りでいろいろなことがあっても、そこにやっぱ意識を持っていかないのでマイペースだよね。でこの時代の波もだから、まあ、インターネット使って仕事してることは時代の波に乗ってるのかもしれないけど、そこの中での仕事の仕方とかもやっぱすごいマイペースで、結構独自の道を行ってるんじゃないかと思うんですよね。なんかそういう、あんまりこうなんていうのかな、波に乗りすぎると疲れるよね。スピード速いしだから内側の平安で心地いいものをやっぱ選択していくってこと。心地いい状態をいつもキープできるように選択するものも、心地悪ければ選択しないっていう感じ。そうするとすごいシンプルで、なんか日常生活に取り入れるものなんて、今日お風呂に入る時に、私ね最近アロマをねお風呂に入れるのが好きで、もう目つぶって取ったやつをこう入れて、すごいなんかシナモン臭いんだけど、なんかこういうなんていうの、すごいくだらないんだけど、こういう日常がすごい楽しくて、で最近ね子供たちもね、雨でびっちょりですけれども、なんていうの、アロマ自分で取ったやつ、目つぶって取ったやつ、自分で選んで入れてたよね。そういうのを楽しんだり、そういうなんていうの、マイペースじゃん。で日常楽しんでるしマイペースだし、
これは時代に乗ってんのか乗ってないのか全く分かんないけど、あとニュース見てないね。全然ニュースとか見てないし、情報もあんまり取ってないですね。自分から率先して取りに行くっていうこともしてない、全然。必要なことはなんかこう入ってくるから、それぐらいでいいと思うし、だからもうこれから、今とこれからはもう雨がすごくなってきましたけれども、もう本当に絶対的なマイペースだと思います。マイペースとあんまり時代に乗りすぎないそっちに急がない。てかむしろそのさ、時代の波に乗ろうとして情報をいっぱい取ってね、わけわかんなくなっちゃうと思う。そういう方多いんじゃないかなと思ったので、この動画を撮りました。皆さんね、自分のペースを守って貫き通す。基本的にはみんな一人一人マイペースだから、自分のペースっていうのがあると思うので、そこの自分のペース、あとその自分のバイオリズムっていうのかな、私たち波動ですから、その波動がいつも自分の波動でいられるようにするっていうのを大事にしていただけたらいいんじゃないかと思います。はい、今日は超マイペースとあと何だったっけ、時代の波に乗らないをお話ししました。以上です。ではでは。